メダカにも性格があります。とにかく人懐っこいしーちゃんに、いつでも撮影に協力的なキラオレンジ、とても活発な白オレンジ2匹など、活発な子は退屈するとこのように他のメダカと無駄に衝突を図ろうとします。反省部屋に入れても病棟自体がかなり狭く刺激も少なすぎるので、またすぐ退屈してストレスを抱えてしまいます。退屈しのぎにと全員を違う容器に入れ、テレビが見える位置に置いて半日過ごさせたら、過去映像で紹介しているピョンタの内部損傷が再出血してしまいました。これは治りかけている映像で、前日はもっと赤い状態で体全体もかなりむくんでしまっていました。ピョンタは本水槽を飛び出た過去があるので、刺激に反応しやすい性格で運動能力が高いようです。そのため体の限界を予測優先することができず、怪我するまで無理に動かす結果になるようです。退屈しやすい子を長く同じ場所で過ごさせておくと、ストレスから無駄ないさかいが起き続けてしまうし、一方で運動能力が高く体の限界を把握しない子を刺激の多い場所に置くと怪我が発生しやすくなります。今回の模範解答は、ピョンタは元の場所で過ごさせて、白オレンジだけを日中別場所で過ごさせていれば、このような怪我の再発につながらなかったように思います。いつも正解することはとても難しいのですが、性格の把握が怪我の抑止につながるのは間違いないので、積極的に把握していきましょう。また、信頼関係を築くという観点から治癒の妨げとなっていくので、たとえ備忘録のためでも怪我や病気の撮影は極力やめておきましょう。今回は解放に向かっているのと他メダカとのついで取りなので紹介できています。ただし、メガネをかけるなどのよく見るという行為は信頼関係を得る方向につながり、回復が早まるので効果的です。この子は本水槽で気温が落ちていく中、もともとの体つきが固まって沈みがちになっていたので、1月に入ってから病棟へ移した子です。4度の外水槽から15度の中水槽への移し方はまた別で紹介します。さらに翌日のピョンタ、ふっくらした体つきですが、むくみはほぼ消えています。患部も出血が収まってきています。このまま解放に向かうと思われますが、こういった不調から合併症のようなことが起き、あっけなく急性してしまうこともあるので、気を引き締めて観察を続けます。小さい体なので何もかもがかなり小さな変化となり、はっきり気づくほどになると手遅れであることも多いので、見慣れて見分けることがとても大事です。